はい、今回はディアブロ4の出血ビルドを紹介したいと思います。今回こちらの紅の弦やこちらのユニーク装備入手しましたので、こちらの効果、ラプチャーでダメージを与えると血だまりが発生し、そこに足を踏み入れた敵に485の出血ダメージを6秒間与える。また中にいる敵は出血による被ダメージが 10% 増加する。こういった武器を手に入れましたので、今回は出血ビルドの方を考えてみましたので紹介したいと思います。まず基本スキルはこちらのフレイを使うことにしています。出血ダメージを出す武器になっていますので、こちらの闘争の方で強化しました。基本スキルのランクは1つまで取っています。そして次にワールウィンドウを最大まで上げています。こちらも出血ダメージが関係していますので、激光の方、こちらを取っていってください。次に防御スキルですね。こちらは今回はシャウト系のスキルは使わないので、アイアンスキンを最大まで上げて、こちらの戦術の方、これで障壁を張りながらライフを回復するという戦術にしました。あとはこの2つ出血ダメージに関係してきますので、最大まで上げています。そして次に決闘スキルは、こちらは今持っている装備のこちらの指輪のスキル、キックチャージを受けてから2秒以内に倒すと爆発し、周囲の敵にダメージを与えるというスキルと、同じようにコアスキルが敵に直接ダメージを与えるたびにチャージで与えるダメージが 15% 増加する。増加量は最大で 225%。 この2つがあるので、今回はチャージの方を最大まで上げています。このあたりは自分の装備が何を持っているかによって変わってきますので、装備と相談しながら考えてみてください。達人スキルは最初に言った通り、こちらのラプチャーのユニーク武器を入手しましたので、こちらを最大まで上げています。そして闘志の方に強化を当てて回復もできるようにしています。そして奥義スキルは今回は出血ビルドなので、鋼鉄の大渦を取っていきます。パッシブ効果はこちらの流血を取って出血ダメージを上げています。そして残りのポイントは自分の装備を確認しながら決めていってください。僕の今の装備だと一点集中を最大まで上げて、そして格闘術、殺意、弱点感知を一つずつ入れました。あとは冷酷無比、脚部攻撃との相性がとてもいいので、こちらは最大まで上げて問題ないと思います。あと今回は骨砕きを最大まで上げることで出血のダメージを上げるようにしています。あとは統制されし時とみなぎる怒り、こちらでライフの回復もできるようにしました。以上がスキルツリーの紹介です。次に装備の紹介をしていきたいと思います。出血ビルドということで、出血に関係するレジェンダリー装備を多く装備することにしました。こちらのバーサク中に直接ダメージを与えると5秒にわたって基礎ダメージの 22% の出血ダメージを発生させる。あとはコアスキルのワールウィンドの発動中にクリティカル率を最大で 48% まで上げる武器や、基本スキルの攻撃速度が上昇する装備、そして達人スキルで敵にダメージを与えると最大 50% の確率で2秒間スタンさせる。こちらはラプチャーが達人スキルに該当しますので、とてもいいスキルになっています。あとはアミュレットの方で出血状態の敵に直接ダメージを与えると最大 30% 確率でその敵を2秒間スタンする。このように出血という文字がついている装備を多く揃えることをお勧めします。専門知識のところは両手剣にすることをお勧めします。こちらも出血ダメージには欠かせないものになってますので、専門知識は両手剣を選んでください。戦闘の紹介を少ししていきたいと思います。こちらのラプチャーを使うことで、その場に血たまりを発生させてダメージ床を作ることができます。そしてその上で攻撃することで与えるダメージも多くなりますし、スタンが発生しやすくなっています。あと基本的にアイアンスキンをずっとかけながら戦うことを意識してください。そして現在クランメンバーの募集も行っています。クランメンバー100人という目標を立てながらディアブロ4を遊んでいますので、もしよかったら皆さんクランメンバーに加入してくれると嬉しいです。今回の動画はこれで終わりにします。このチャンネルではゲームに関する動画を配信していきます。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴
ありがとうございました。